はい、こんにちは。池谷さんだからかな。なんかちょっと空気おかしい。おかしくないですね。なんかおかしいぞみたいな。はい、こんにちは。合気道 F ラボです。前回の撮影で川田さんがいっぱい投げられたということで、ちょっとお休みしてますので、はい、今回池谷さんにお疲れ様です。お願いします。はい、ということで、先生、今日はですね、コメントで結構動画を回してる時に、中心を抑えるとか中心を取るとか、正中線がっていう話が結構あって、それって何なんですかっていうのが、コメントとかにもあるので、ちょっと今日はそこを探っていこうと思うんですけど、ちょっとテーマとしてすごい広いので、そうですね。はい、ちょっととりあえず回してみようということになってますので、そこをちょっと探っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では、いきなり解説動画になるかと思いますけど、よろしくお願いします。じゃあどうぞ。はい。中心、正中線。ちょっと、どこから話していいのかわからないんですけども、日本のお侍さんの特徴っていうか、剣術の特徴で、防具、盾を捨てたというか、なんか古い、それこそ縄文時代とかは、なんかこう、使って戦ってたのかもしれないですけども、基本的に皆さんのイメージにあると思いますけど、お侍さんって諸手使いで一本の刀を使いますですよね。つまり片手に防御を持ってて、何か持ってて、相手の攻撃をこっちで受けながらこっちでやるとかいう作業ができないわけですよね。この一本で自分をもかばいながら、同時にいわゆる攻防一致ですね。これで防御しながら相手を攻撃しなきゃいけない。っていうことで、あくまで原理的な話なんですけども、自分の一番大事なところ、自分の急所が並んでるこの当然、真ん中のライン、正中線をこれで守りつつ、で、結局相手を攻撃しようったら、相手もこの正中線、相手も同等の条件なので、お互いにこの一本の刀で、一振りの刀で自分の急所を守りつつ相手を攻撃しなければならないということで、間違ってるかもしれませんけど、たどり着いたのが、お互いの正中線というか、自分の正中線を守りながら相手の正中線を切るということを、お互いが結局やっていくと。もう行き着いたところがそこになってしまって、お互いがそれを切りに行きますよ。で、より上位のものがその正中線を取って、相手のが外れますよっていうことに、だから、合衆打ちとか、切り落としとか、古流にある、そういうところにたどり着いていったんだろうと。で、今ちょっとわかりやすいので、私も普段の稽古の時には、いわゆる真ん中ですね、左右が、これ、解剖学では矢が刺さってくる。矢が刺さってくるんで、こっちを四条面って言うんですけども、四条面っていうのはだいたい左右が、だいたい均等なんで、真ん中のラインだなってわかりやすいんですけど、実はこれだと面なんですよね。正中面なんですよね。もう一つ横が必要になりますよということで、解剖学だと今度前側の人はですね、前額面とか言うんですけど、今度横のラインが出てくると。問題が出てくると。要は、私は言うのは、頭のてっぺんから重しのついた糸を垂らして、その糸がちゃんと自分の体の真ん中通ってますかっていう。これが、こうなれば当然頭の真ん中から垂れた糸は、どっかこの辺に落ちてるはずですし、のけぞってしまえば、どこかぶつかって多分後ろに落ちてる。綺麗に自分のこの両足の間、ここに横から見たときにそれがちゃんと落ちてる。この横の前額面の正中面というか、と、相手と向かい合ってる、この、四条面の正中面。この二つの面が交差するど真ん中が自分の正中線ですよ、と。なぜこれが大事かっていう話なんですけども、今言った攻防、くどいですけど、こっちに防御があって、剣術的に防御があって、こっちで攻撃ってことができないんで、原理原則としては実際の試合とかはもちろん、いろんな技があるからそうはいかないんですけど、原理として、原則としてその正中面の取り合いをすると。で、いうのがあって、
まあ、ここからちょっとその作用の話というか、作用に関してはいろいろあるんですけど、ちょっと、まあ、やったかな、剣でやったかな。この時に、多分そっちから見て、私歪んでますですよね。なので、自分の面を取りましたと。でも、こうか。これ、今度横から見ていただいたら、傾いてますですよね。これで、だから自分が動けなくなってるっていうか。なので、四条面、全額面と合わせた真ん中のラインがポンと立つと、要するにこれを動かしたいわけで。移動っていうことは結局それが動いてることですよねって。これは多分顎が動いて、肩が動いて、手が動いてって。で、足は残って、自分の大事なものは傾いてもたれかかった。むしろ彼は私の体支えてくれてるんで動けないんですよね。そうではなくて、自分の正中線が動いていける。それから、これは単元法でやるんだけど、ちょっと、なんか適当に押さえて。もう、池谷さんも一緒に、どこかこっち側から、どこでも、首でも肩でも背中でも、ともかく力やっぱ押さえつけてください。で、この状態でさあ動こうって、まあ苦しいから今抑えられてるのに対して、抵抗もしくは、しっかりね、追いかけていいですよ。逃げようとするわけじゃないですか。で、この状態で見ての通り、ちょっと、まあ今この状態で正中線できてないの分かりますよね。で、この中で自分の正中線を作っていきます。で、今この正中線が動き出したんで、この正中線は、二人は止められないでいる。まあ、この正中線の効用というか強さというか。まあちょっとグッと押さえててください。でこの状態で、動けなくなってる。で、まあちょっとこれは技術的な問題もありますけど、ここを押さえさせといて自分の中心を作っていきますですね。で、自分の中心が作れました。そうすると、この移動が、だから、それは体を動かしていってれば体を動かしてるんですけども、この中で特に何を移動させたいかっていうと、この、まあ、背骨というか自分の中心。こいつを移動させたい。移動させるこいつがぐにゃぐにゃだったら、なかなか移動できないっていうか。なんでまずその正中線をしっかり作りましょうと。逆に言うと、これを抑えられてしまうと動けなくなる。その移動しようとしている池谷さんが前にこう歩いてそのまま何でも歩いてきてください。これがあるから、これが移動しようとしてるわけですよね。スッと。で、これの移動を止めてるわけですね。これを止めてるわけじゃない。これが池谷さんの苦手なやつですよ。手を止めようとしてしまうから、止めたいのは手じゃなくて、中心、動こうとしてる、それ。ただ接触してるのがここなので、ここを使って、腕を使ってここを止めてますから、ここだから捨てられればね、動きはするんですけども。とりあえず今ここで、池谷さんの動き、中心が動こうとするのを制御してる。これは腕を止めてるだけで、重心の制御が効いてない。まあ大体そういったところで自分の正中線、まあそれからその正中線を取る、中心を取るみたいな表現を、私はしてるんですけども。こんなところでどうですかね。またちょっと、また別でちょっと鍛錬方法なんかも紹介できればいいかなと思いますけど。自分の中心と同時にまあ、剣の稽古をするときによくやってる、中心を取るというやつで。まあ、呼吸法の延長線上ですね。座っていただいて、ちょっとこうしてもらっていいですか。こんな風に構えてください。そうそう。で、リラックスしてこういう運動ができる。つまり、私が、というか、こう押したら、こうしやすいですよね。なりますよね。こうずれると、こうしやすいですよね。もう一回ね。こう。で、もう一回ですね。まあいいか。先に正解やりますね。はい。
真ん中を。そうです。はい。だから、はい、ここ取ってますよって。何も。だから、これが、おそう、ちょっとでもずれれば、押す方向がちょっとでもずれればそうなりますよね。きっちり中心を取らないといけない。し、まあ、特にその剣の稽古なんかで分かりやすいのは、できますよね。今、切っ先が、いわゆる刃筋云々があります。実際に私は物を切らないので、その偉そうなこと言えないんだけども、今、刃筋を池谷さんのように整えてるやつが、ちょっと傾いただけでも横にずらすことができる。綺麗に刃筋が整って池谷さん、なおかつ相手の中心にそれが入らないと取れませんよ。難しいってことですよね。うん、剣でしたら。池谷チャレンジです。ちょっと待ってください。最初からちょっともう後傾してます。失礼しました。ちょっと今、私もプレッシャーをかけてしまいました。何もできない。失礼しました。これぐらいかな。先生、顔合気はやめてください。川端さん変わって。左右になんかずらしたりは難しいかなと思うんですけど、真ん中は取れてます。だからあとは本当にこっちです。くれてる。あってさんはそうです。で、そのさっき言った勃剣を押してるのではなくて、そうです。川端さんの中心をここは動かさない。ここは変化させないです。自分の中心で川端さんの中心を。顔芸はなしとか言いましょう。もう一回いきましょう。バリバリのどや顔か真ん中でも取れてるんですよね。はい、ちょっとこの辺を意識しました。いかがでしょう。はい、ということで解説の方を見ていただきましたけれども、これが、これで全てこう解説できるというものでもないので、そうですね。難しいですけれども、とりあえずちょっと、まずはこう意識していくっていうことが重要ですよね。実際やってみていかがでしたか？最終的には目の前のことをしてしまうっていうのは出てしまう、もう勃剣を押してしまう、相手の重心を捉えるとかっていうところに意識がいかなくて、やっぱりこう植物的に目の前のことに集中してしまうのが私としてはいけないと。なんか真ん中は取れてたような気がするんですけど。そうですね。はい。こういうズレがそれはなかったような感じがします。はい。よかったんじゃないですか。なんか急に池谷チャレンジになってしまったので、ありがとうございます。はい。シリーズが1個なくなっちゃいました。ということで、そうですね。今池谷さんも言われてましたけど、年の時もそうかもしれないですけど、接点にこう固執してしまうみたいなところはやっぱりありますよね。そうですよね。戦ってる相手が相手の本体とか中心っていうところはあるのかなと思います。はい。またテーマが広いので、またいろんなところで探っていきたいと思います。それではこの動画が良かったらいいねボタン、それからチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。